中禅寺湖を源とする大谷川。電気事業者であれば、年間を通して豊かな水が流れ、安定的な電力を確保できると考えられてきました。特に中禅寺湖から地下水を通り、伏流水として大谷川の数カ所から水が噴き出すことで、より安定的な水量が確保されていました。これが大谷川に発電所建設の矛先が向けられた理由の一つでした。足尾銅山は近代化を進めてきた一方で、出荷量に見合った電力設備の導入が順次進められてきました。しかし、明治29年の予防工事命令によって、本来は生産量が減少するものが、反対に予防工事費用の借入金を返済するために、これまで以上の採掘が開始されることになりました。特に、採掘量を引き上げるためには、運搬設備、巻き上げ機、排水ポンプなどの電動機の導入が多くなり、それに合わせて電力需要が高騰することになりました。こうした背景から、古川としては電力の確保が急務になり、手近な大谷川により一層、電力を求める動きが強くなりました。大谷川の少し上流に、舗装発電所が稼働しています。この電力は古川工業の関連会社の電力として供給され、足尾銅山を代表する発電所の一つと言われています。その少し山側に古い発電所が残されています。舗装第一発電所です。舗装第一発電所は古川工業最初の大規模発電所として明治39年に稼働を開始しました。当時はここまでの大型設備の導入事例が少なく、ヘルマンの指導のもと、西洋建築の発電所が建設されました。建物は別倉発電所と同じ辰野金吾の作品の一つでした。舗装第一発電所はその後設備の統廃合により昭和11年に廃止されました。この舗装第一発電所の建設は長大トンネルの建設が問題でした。削岩機などは鉱山で使用しているものを導入できますが、工事用に供給する電力に余裕がありませんでした。そこで大谷川の開発は順次開発することにして、その第一歩として別倉発電所が建設されました。この別倉発電所を工事用電源として舗装第一発電所の工事用に供給され、舗装第一発電所の工事は明治38年に着手され、明治41年に竣工しました。こうして当時最大の 2000kW の大電力は足尾銅山の離散した発電設備に代わり、余裕のある電力設備として、さらに電力設備の拡充を進めることになりました。舗装第一発電所が竣工後、間藤発電所などは低能率発電所として廃止されることになりましたが、地元住民の伝統利用につなげるため、足尾町に売却されました。しかし、松木川の渇水問題により、本来の出力を得られないなど、稼働には苦労したと言われています。不足電力は、間藤発電所に増設された火力発電所によって賄われましたが、大正13年より電力供給を受けることになり、足尾銅山の歴史から姿を消しました。当時撮影された舗装第一発電所の写真には奇妙なものが映り込んでいます。発電所から鉄管が飛び出しているのが確認できます。当時、舗装第一発電所は足尾銅山の深刻な電力不足を打開するため早急な工事が進められました。本来は上流に建設を進めるものでしたが、新規で建設する余裕がなく、既存の設備を利用して出力増大が計画されました。それが現在も稼働する舗装第二発電所のことでした。そのため舗装第一発電所を増設工事とし、さらに今後の需要増加時の増設を考慮して第一発電所の下流に第二発電所が建設されることになりました。これが舗装第二発電所の建設理由でした。発電機も順次移動され、昭和11年には
第一発電所は建屋を残すのみとなっていました。現在の舗装第一発電所の入り口を見ると、鉄管を通すための切り抜きがそのまま残されていました。こうして明治41年に着工され、水圧鉄管の増設工事が行われ、明治43年に無事に送電を開始することになりました。建物を鉄管が貫通する異例の建設方法を見ると、足尾銅山の電力逼迫が伝わってきます。現在、舗装第二発電所は戦後の水路改修による水量増加によって出力も当初の 6000kW からさらに 15000kW に改造され、現在も関連工場の電力を支えています。足尾銅山に近年まで戦時中の迷彩模様の発電所が残されていました。新那市発電所です。足尾銅山で唯一内燃力発電機が導入された発電所でした。大正4年に竣工し、大正5年から従来の送電線に接続して鉱山の電力を支えていました。内燃力発電機のメリットは、水力のように四季の水量変化による出力低下を引き起こさないことですが、足尾銅山は輸送費の問題を抱えていました。しかし大正元年に渡良瀬鉄道が本山まで開通したため、燃料の輸送はかなり価格が下がったと言われています。こうしたことから水力による低減な電力だけでなく、多少の輸送費で急な電力不足に対応できる新那市発電所によって、足尾銅山の電力は一般の電力会社の電力設備より安定的と言われました。当初、新那市発電所は大型の内燃力発電機1台で 1000kW の運転を行っていましたが、昭和8年に増設され、建物が現在の形になったと思われます。鉱山の予備発電所として設置されましたが、徐々に電力不足が続き、上野城発電所の建設が開始されるまで、足尾銅山の電力不足に柔軟に対応してきました。しかし、戦後になると、戦後復興による燃料費の高騰と稼働率の上昇により、既存の発電所の改造工事に着手し、舗装発電所の出力が 5000kW の引き上げ、さらに瀬戸山発電所が竣工したことにより、新那市発電所は役目を終えました。昭和29年、正式に廃止されましたが、通洞選鉱所の加工場として転用され、鉱山閉山後は地元の倉庫として利用されていました。そして、2023年から撤去工事が開始され、現在はその後すら消えてしまいました。東洋一の内燃力発電所として、湯力発電所として親しまれていました。足尾銅山を支えた電力は、次第に中禅寺湖の渓谷へ向かって進められていきました。中禅寺湖は華厳の滝、さらには急峻な渓谷を眺める華厳廊下と呼ばれる景勝地として保全されてきました。こうした中で古川工業は第一次世界大戦勃発による軍需好景気によってさらに設備拡張を続けてきました。これにより電力不足が深刻化し、この打開策として新那市発電所を建設しましたが、一時的な緩和措置にしかなりませんでした。そこでヘルマンの測量時に未開発であった日光発電計画の最上流部である馬道地区の開発が浮上しました。しかし景勝地であることから建設の認可はおりませんでした。こうした問題から水路は一切地表面に露出しない、鉄管などの構造物も一切設置しないのを条件に異例の建設が着工されました。華厳の滝の直下にダムを建設して、この水は水路で白雲の滝に合流させ、さらに水路橋で対岸の岩盤の中をトンネルで通し、馬道の地点で発電をする計画にされました。深刻な電力不足のため、水路は順次コンクリートに切り替えることにして、
仮設水路として当時は建設されました。当時の写真に木製の水路が写っているのがよくわかります。さらに、馬道発電所で最大の謎は、水槽が見えないことです。一般的な水力発電所は、発電所の真上に水槽を建設します。水車の使用流量に合わせて、水の過不足による水位変動、圧力を緩和するため、水槽の設置が必要になります。しかし、全く見当たりません。これが、馬道発電所の最大の謎と言われ、景観重視のために、岩の中の水槽が建設されたのです。ごく一部の発電所で、このような水路はありますが、全く水槽が見えないのは、馬道発電所だけではないかと思われます。しかし、実は馬道発電所が竣工する以前、別の発電所があったことをご存知ですか？わずか14年の短命な発電所がありました。この写真を見てください。大正13年に撮影された舗装第三発電所の写真です。舗装第三発電所は、現在の馬道発電所の隣に建設されていましたが、昭和12年の豪雨により、発電所裏の崖が崩れ、発電所は土砂にうずもれて壊滅しました。そのため、早急に復旧工事が着手され、昭和15年に現在の馬道発電所として復旧しました。水路は大正時代のものですが、建物は昭和14年のものが使用されています。さらに、当時利用されていた舗装第1、第2発電所のダムも機能しなくなったのか、第3発電所跡の前に一部残されています。足尾銅山の発展は、こうしたエネルギー問題を克服して、日本の工業界を支えてきました。間藤発電所から始まる水力発電所の建設は、明治、大正、昭和と、その時代ごとに技術も向上して、設備の高効率化を果たしてきました。それと同時に、精錬技術、先行技術も発達し、公害を引き起こさない銅山の模範として、昭和48年まで稼働を続けてきました。現在も多くの設備が残されていますが、単に公害問題を引き起こした目線からではなく、公害問題がなぜ起きたのか、どのように向き合ったのか、私たちが学ぶことが足尾銅山には残されています。足尾銅山が私たちに伝えたいことは、日本を支えた表の世界と裏の世界、この2つだと思います。今後も足尾銅山がどのように着目され、私たちの暮らしがどのように変化していくか楽しみですね。この度は長編シリーズのご清聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。次回作を急いで制作しております。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。